こんにちは BR です。ずんだもんなのだ。今回は前回説明していなかった箇所を詳しく説明します。よろしくなのだ。前回の解説位置を未視聴の方は概要欄から動画のリンクがありますので視聴していただけると話の続きから視聴できます。まずは私のドローン機体の補強から。はじめはプラ板やカーボンパネルを使って補強していたのですが、最終的に車のスピーカーに使うオーディオテクニカのバイブレーションコントローラーを使いました。これが一番良かったのだ。結果的に全部の振動は取りきれなかったのですが、ケースにドローンを入れた時に補強したアームが取れたりしなかったのが一番の理由ですね。振動に関してはほどほどにして、あとは ND フィルターで何とかする方向に舵切りました。結局妥協したのだ。HS155 を買った当初、こんにゃく現象はなんとかなるでしょうって軽い気持ちで考えてましたけど、思ったより難しかったです。なんとかならなかったのだ。このバイブレーションコントローラーはどういったものなのだ。これは車のオーディオから出る振動を減らすゴムで、通常のゴムより比重が重い商品になります。車のオーディオは詳しくないのですが、貼ったゴムによって微振動を減らしてくれるようです。振動を減らす目的の商品で効果がうまくドローンに適用したってことなのだ。完全ではないけれどね。貼り付けた場所はアーム4箇所と前後ボディの下部2箇所、カメラ周りにも一応貼り付けました。次にディストーションの直し方を説明します。映像が魚眼レンズみたいに映ることなのだ。そうですね。イメージ的にはこんな感じでしょうか。これを直すにはジャイロフローという手ブレ補正用のアプリを使います。ジャイロフローは iPhone、Android、Windows、Mac と大体の OS に対応しています。このジャイロフローアプリにレンズプロファイルを制作する機能があります。これがディストーションを直す機能になります。やり方はレンズプロファイルから新規制作を押してキャリブレーションターゲットを開く。すると画面がこのような画面が出ます。これを表示した状態で HS155 を起動して手持ちの状態でレンズの四方から中心に動画を録画します。録画したデータをジャイロフロー上で開いて自動キャリブレーションします。これでレンズのディストーションを修正したカメラプロファイルができます。このプロファイルは右側のレンズ補正で好みに調整できます。プレビュー右下のボタンを押すと補正をかけた状態を確認できます。副産物的な影響でこのように画面が引っ張られることでプロペラが映っていた映像が良い感じに避けられています。しかしデメリットもありまして、画面左右上下が引っ張られるので、その部分は画面が劣化しています。補正をしていない方が画面全体にシャープに映ります。HS156 もディストーションがないのを見ると多分同じようにカメラプロファイルを内蔵していると思われます。 HS156 ならこの作業はいらないのだ。そうですね。映像を見てみるとわかるけど HS156 はディストーションは見られませんね。あとこの作業が必要な理由として Google フォトの手ブレ補正を使うことにも影響します。この手ブレ補正は
画面の引き伸ばしなども使用していることからディストーションがある状態で手ブレ補正をかけるとレンズ玉が踊ったような結果が出来上がります。これでは余計なブレを作ってしまっているのでジャイロフローでディストーションを補正する必要がありました。ジャイロフローで手ブレ補正はできないのだ。このソフトで手ブレ補正はできるのですが、ジャイロといっている異常カメラの映像の他にジャイロセンサーが取得したデータがないと良い結果が得られません。自分が知らないだけかもしれないですが、いろいろ試した結果うまくいかなかったので Google フォトを使っています。次にホワイトバランスの修正をします。これは編集ソフトを使う前提の話になってしまうのですが、写真撮影用のグレーバランスカードを使っています。これを使って編集ソフトで調整します。ソフトはダヴィンチリゾルブを使っています。 HS155 では常に ND フィルターを使うのでホワイトバランスが赤っぽくなりやすいです。カラー情報を見るとホワイトバランスが均一ではありません。これをグレーカードのところでスポイトツールを使ってホワイトバランスを合わせます。HS156 と比較して大体似たようなバランスになったと思います。画面自体の明るさとコントラストは別に調整が必要だと思います。このカードはどこで売ってるのだ？グレーカードは Amazon などで検索すれば出てきます。高くても2000円くらいなのでおすすめです。写真撮影にも使えそうなのだ。前回も言ったのですが、手軽に合わせるには Google フォトの色温度を使うと割と良い感じになります。HS156 はこの辺りも修正してあるみたいです。 HS156 の方が自然な感じなのだ。さっきも気になったけど、なんで HS156 の映像があるのだ？そうです。今回は買いました。 HS155 はかなり出遅れたタイミングで動画を上げて悔しい思いをしたので、動画のネタにもなると思い在庫があるタイミングで購入しました。お金はあったのだ。クレジットで2回払いにしました。2回払い、手数料が無料で購入金額を2回に分けられるという節約テクニックなのだ。私の財布はいつも寂しいです。でもこれからはドローン3台で運用するのだ。そうですね。それぞれの特徴を生かしつつ撮影したいと思ってます。次回以降の動画もよろしくお願いします。今回の動画が良かったらグッドボタンをよろしくお願いしますなのだ。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。